錆びてるところ全部やるといいです。結構削れるもんです。削れる削れる。この辺だけやった感じですよね。15秒ぐらい。はい。こんにちは。こんにちは。貝印の切れ味チャンネル、いつもご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日は、はい、サビそうねですね。今市場では、ステンレスの包丁が多いのでだいぶ見なくなってきてるんですけど、とはいえ刃物には大敵だったりとか、皆様厄介なイメージあろうかと思いますので、その辺のちょっとお話を今日はさせていただこうかなというふうに思っております。辻さん、なんで錆びるか知ってます？一般的に言われるのはステンレスであれ、鋼であれ錆びますよ。あとは酸とか塩分とか、その辺が原因で、要は残留物といいますか、食材を切った後に、そのまま流しの中でこうほったらかしとかよくありますよね。いう形で錆びてしまうと。僕も経験あるんですけど、食器とか使った後洗うじゃないですか。で干しとくカゴがあるじゃないですか。あれがステンレスのワイヤーの太いのみたいにできていて、でそこに洗った包丁をカチャって置いとくと、ステンレスとその包丁が触れてるところが錆びちゃうことが実はあって、金属同士がそうでこの後徐々にお話ししていきますけど、鋼がすごく錆びやすいんですけど、実はステンレスの包丁も絶対錆びないということが言えず、環境によっては錆びてしまうことがある。でその一つがもらい錆って言って、その金属とくっついてると錆びてしまう。じゃあその汚れたり酸がついたりなんかした時になんで錆びるか、特に鋼はなんで錆びやすくステンレスはなんで錆びにくいかっていうお話をちょっとね、すいません、私もともとが理屈っぽい性格なのでご興味ない方もいらっしゃるかも分かりませんが、私どものチャンネルをご覧いただいている方結構お好きかなと思ってご説明してみますと、原料っていうのが実は鉄鉱石と呼ばれる原料から、要は自然の中からこう掘り起こして赤茶けて、黒っぽかったりとかいう色でこうゴンってこれぐらいの塊で置いてあるんですけど、それが自然界にある状態なんです。でその状態からいろいろ炭素を抜いたりとかいろいろ不純物を抜いたりとかしてこういうものを作るんですけど、そこからいろいろ加工していって銀色になってるっていうのはいろいろ加工してあるからこの銀色になってるわけであって、錆びるっていうのは元の姿に包丁たちが帰りたがってるだけの話なので、錆びない状態を保つためにはひと手間あったりとか、あるいはその素材そのものにある工夫をしたりとか、そういうことが必要になってるんですね。で鋼っていうのはこれもかなり鋼の包丁、過去にサビサビの包丁を研いでピカピカにしたりとかっていうこともやったことがあるので、ご覧いただいた方もいらっしゃるかも分かりません。なかなかな状態です。そう表面につまりはその錆がついてますので、磨いてあげると加工した後の銀色に戻る、これが本当の元に戻ってるっていうことなんですけど、鋼とステンレスってもともとは同じものなんですね。鉄と炭素の合金なんですけども、その鉄と炭素の合金にクロムっていうものを一定以上混ぜてあげると、ステンレスと呼ばれる錆びにくい包丁になるんですが、じゃあなんで錆びにくいかっていうと、そのクロムと呼ばれるものが入ったことによって表面にものすごく薄い膜を作ってくれるんですね。でその膜が大気中のものを水分とか酸とかを遮断してくれるので、錆びがつきにくくなるということがありますので、ステンレスはそういうことで錆びに強い。でそのステンレス、ついでにって言ったらあれですけどご説明すると、漂白剤とか、塩素なんですけどステンレスにかけてしまうとその膜が壊れて、そういう膜が普通についてる場合は何かで削れちゃっても再生できるんですけど、塩素がついちゃうと再生できないので、非常に傷みが早くなりますから、塩素での消毒とかは、鋼にしろステンレスにしろやんない方がいいということなんですよね。じゃあどうしても錆びちゃったという時に、じゃあどうすればその錆びを落とせるかと。付着物ですので、削り落とすっていうことになって、もうそれ以外ないですよね。なんでそれぞれちょっとやり方をご説明すると、ご家庭でありがちなのがこのタイプとこのタイプという感じですよね。でじゃあ実際にやっていきましょう。私ども錆び消しゴム2つご用意してまして、で粗い方と
細かい方ありますので、それをご家庭にある感じ、こんな感じが多いと思うんですけど、一番せっかく一番ひどいの持ってきたんで、一番分かりやすい分かりやすそうから、ひどいものに関しては粗いのをまずやった方がいいと思いますね。砥石と一緒ですね。そうですそうです、はい、そんなにひどくないものに関してはその目の細かい方でやった方が、いずれにしても削る作業なので、その状況に応じてお使いいただくといいかなというふうに思います。でいつも言ってるんですけど、作業の仕方として基本的に置くだけの場合は台の中に収まるようにしてください。これがはみ出しているところぶつかって落ちたりとかして危ないので、触ってない時は絶対このように置かないでください。で実際に作業する時はこういう段があったら、そのへりのところに機体を置いて柄をそこからはみ出させてください。そうすると機体がぴったりと板の表面について、比較的安全な状態になりますので、この状態でやります。で、実際に使う時に水があった方が若干滑らかにできますんで、今日も水をかけますと。で今ちょっと全体かけちゃいましたけど、分かりやすいように半分ぐらいやりますね。でこのまず粗い方からやっていきます。みるみるうちにそうね、結構削れるもんです、ね、削れる。これすごいさ、なかなかパワーあります、このサビ消しゴムはね。でちょっとやったら本当は水でね流していただくのがいいんですが、ちょっと拭くだけ拭いてみましょう。この辺だけやった感じですよね。15秒ぐらいですかね。ですね。やっぱ深いところがね残ってますよね、はい、色が黒く残ってるところがあるんですけど、それは深く入っていて錆が侵食していってるんで、本当に取りたいんだったらもう砥石で削っていくとか、そういうところが必要になってきます。単純にその見た目だけであればこれぐらいで良しとするかということですね。でただ気をつけなきゃいけないのが、はい、研ぐ時、我々ね仕事で研ぐ時もそうなんですけど、はい、刃の先端にこの黒い錆が残っていたり、この辺ですよね、残っていたりすると、ここが錆びててここ研いだら、この辺も一緒に研げてきて、錆が出てなかったんだけど、研いだことによって出てきちゃったとかね、そんなこともあるのでさじ加減が難しいところなんですが、基本的には錆はこうやって落とすということですね。でせっかくなんでこっちもちょっとやってみましょうかね。粗いので今やったんですけど、もう一回粗いところをこの目の細かいやつでやって違いが実際どう出るか、これ実は私やり比べるのは初めてなんで、ちょっと楽しみですね。取れるのは間違いないんですけど、やっぱり粗いものと細かいものではその取れ方が違うんだろうなというのが、どうでしょう、これさっきやったのと同じぐらいかな、この時間でね。そうですね、これでどうかなと。はい、やっぱ違いますね。やっぱり若干違うね、こことここね。はい、お見せしましょう。ここが粗いのでやったところで、後から細かいのでやったのがこの辺。明らかに違いますね。そうですね。やっぱり柔らかい分だけちょっと検索力が弱い。なのでここまでひどいものは粗いものでやって、でもっと言うとこのある程度きれいになったものを細かいのでやるとさらに滑らかになろうかと思うので、それでもいいですね。でここまでひどくないものを例えばこういったものとかこういったもの、これもちょっとせっかくなんでやりましょうかね。これは割り込みといって、その鋼を挟んであるタイプのものですね。でこれもちょっと細かい方でやりましょう。これぐらいだったらそこそここの細かいのでも綺麗になるはず。はい、取れてきましたね。はい、ここだけね、今やった感じ、ここだけ今やった感じ、これぐらいの錆であればこの目の細かい方でも十分取れるし、やった後の滑らかさはこっちの方が上なので、その辺はね、お持ちの包丁で使い分け、両方買っとくと便利かもしれませんので、よければ両方買ってください。今ここだけやりましたけど、錆びてるところ全部やるといいです。裏側もちゃんとやるといいです。途中までやって錆が残ってて、でそれで食材切って錆が口の中入るのもちょっと気持ちのいいもんじゃないので、こういう錆消しゴムでも取れない場合は粗砥石の方ですね、この辺を使ってぴったりと平面として当てるところであれば、それを研いでいただければ、黒いちょっと残ったのも深さにもよりますけど、砥石で取れたりすることもね、ありますんで、試してみてもいいかなと思います。ただこういう和包丁の場合はこういうへこみがあるので、
砥石でこういうふうにやっても取れない場合があるので、そういうのはやっぱりこういうので取っていただくというようなことになりますね。そうですね。あくまでも皆さんに役に立つ情報としてご紹介させてもらってるので、だいぶ慣れて締め方がうまくなってこういうことをご家庭でもできますよっていうね、便利な方法としてご紹介させていただきましたということです。ぜひご活用いただければということで、この動画が楽しかった、あるいはためになったということであれば、ぜひチャンネル登録、それから高評価と、よければコメントもよろしくお願いします。ありがとうございました。また見てね。はい。